ゴチさんの1608、梁の上にバウンダリーマイク4本勝手に置いてます。サンボマスターの近藤さんたち500シリーズのシャーシを買ってくださりまして、河合垣さんがアップライトピアノを置いてくださいまして、ヴィンテージ機材録音パックという別にちょっとオプションでですね、あくまでもレコーディングスタジオです。トリカードミックスというのはやらないという。音がこの辺で鳴るとこういう風に反射していって上の方にどんどん登っていくんですよ。 V の字のフラッターを逃がすという作りになってますね。でここがね梁ですね。真ん中より上ぐらいにあることによって複雑に反射するようにわざと残しております。4本かな。で僕は個人的にですねドルビーアトモスばっかりやるエンジニアなのでトップの天井のこの上の情報が欲しいと、レコーディングでそれをやはりこういう性格なんで楽して撮りたいというので、梁の上にバウンダリーマイク、無指向性のバウンダリーマイクをすでに4本勝手に置いてます。僕からのプレゼントじゃないですけど、僕が貸してるですね。勝手に買って勝手に置いてるという、これでいうこれだ SE エレクトロニクスの BL8 バウンダリー8のオムニです。無指向です。単一もあるんですけどキック用とかに基本的にオムニがいいのでオムニにしてます。これが4つあるのはだからこれはリストには書いてますけど、勝手に下ろして使わないでください。はい、後で大変なことになるので、これはですね、もう常設でそこに置いてますので、マイクプリさえ選んでもらえばすぐ取れるようになってます。はい。あ、これですね、梁。ちょっとこれイメージ図ですけど、これ梁があって、この梁の上に僕はマイクを置いてるんですけど、で、一応この後の構想としては、それがね、今梁の2番目と4番目にあるんです。4本中の。なので3番目にですね、次1と3番目にジェネレックの POE スピーカー、この間佐野くんの個展で使った白いやつの型番4410、確かこんくらいのやつね、4410を4発 1の針と3の針に置いてます。でこれは何をするかというとダンテスピーカーなんですけど、 POE で動く。これはですね後でもっとこの蔵よりもっと長いリバーブを作った音が欲しいっていう時に使うために僕が使うために置きました。で使い方が非常に難しい。なぜかというとダンテで送ってですね、はうらせないように何のマイクの音を送るかにもよるので、はうらせないようにしないと、素人が使うとですね POE スピーカーも壊れ、さっきの ATC も壊れます。なのでこれは超上級者を超えた超級者ぐらい向けの設備になってますが、もうちょっと気軽に簡単に取れるよう使えるように、今考えてます。ルートをね考えてますが、一応ダンテパッチ上には来てます。でこれのためにですねネットギアジャパンさんがものすごいパワーのある POE 対応のスイッチングハブをですね提供してくださってですね、それのおかげでこういうのが実現できました。はい、本当にありがたい。でこの先はですね真ん中のだから1がジェネレック、2がバウンダリー、3がジェネレック、4がバウンダリーなんですけど、3の針の真ん中にアンビソニックマイクを置きたいなと思っている次第です。ゼンハイザーのアンビオかなになるんだけど、ちょっといつになるかは分かりませんが頑張ります。で誰が使うんだっていうね、この間思ったのよ。それ買うじゃん、置くじゃん。でもどちらかというとこう API とかロック系のマイクプリが多くてですね、1デシ単位で細かくできるマイクプリ今藤枝に1個もないよねと思ってね。いつも俺も 0.01 とかでこうデジタルトリムでその原因合わせたりしてる人間がざっくり API でこの辺とはできないので、ちょっとこれはそれ用のまたマイクプリがいるんじゃないか、やべえこっちも買わなきゃみたいに今なってますが、4ちゃん揃えてるのって API の1608のマイクプリか312か、シャドウヒルだよね。どれもパンチありますね。そういうのじゃないんだよな。うん。でもそういうね、そういう世界も知ってほしいので、僕がそれはやっぱ未来への投資としていずれ導入したいと思ってます。で最近はですねこれには載ってないんですけど、この辺にですねこの辺とこの辺とこの辺にオービットのトライアドオービットのなんていうんだ、まあつける機構を
打ち込んでもらいました、源さんに。でこれは何ができるかというとですね、端っこにマイクスタンド立てると扉が閉めれません。なのでそこにマイキングできません本来。なんだけどここにつけることによってそこにアタッチメントを買えば、ちょっとまだね M2 とか M1 がいるんだけど、それが高くてですね、そこまでは行ってないんですけど、そこでやるとこの辺に無指向のマイクとか単一のマイクをポンポンって置けるんです。こうするとまた普段立てれないエリアにアンビエンスマイクがやって、僕は今何でここにつけてかっていうと、コーナーのローが溜まるところにマイクを立てたくて、つけました。で6箇所、あと真ん中にも一応立ててて、それはねギタースタンドとかにもなるんですけど、そのアタッチメントもあってすごい便利なんですよ、オービットのやつ。ホームページねチェックしてみてほしいんですけど、そういうのもやって、なるべく、エンジニアが楽して仕事ができる、早く仕事ができるように工夫しております。なんたってワンオペ大変なんで、アシスタントがいないワンオペのレコーディングエンジニアは本当にね、本当に大変です。はい、休む暇ないです、一人だけね。だからね、ちょっとでも楽してほしい。で、こっちはコントロールームですね。ゴチさんの API の1608っていう16チャンのマイクプリが入った、コンソールですね。あとはこの辺に500シリーズのランチボックス、API とかシャドウヒルとか、僕のアースワックスとか入ってたりして、こっちに今見えるのはノイマンのマイクプリに ATI の、マイクプリが8チャンありますね。で HDIO、IO 系とダンテ用のフォーカスライトがあって、こっち側にコンプがディストレッサーとか、1U78 とか、API の2500とかが入っております。で今もねどんどん機材は実は増えてて、いろんな方がね本当にこれ使っていいよって貸してくださるんですよ。トーンフレークの佐藤さんの76とか、菅井さんのラッドリンプスとかやってる菅井さんの176っていう機材とか、岡山の西本さんの SPL とか、はい、たくさん機材がありましてありがたいですね。でメインスピーカーは ATC25 の Mark2 です。新しい方ですね。マーク2になってすぐ買いましたね。値段が上がる前にもうゴチさんが行くなら行くよって言ってくれたんで、行ってくださいっつって行ってらっしゃいっつって言ってくれましたけど、本当に今買ったらもっと 1.5 倍ぐらいになってたんでね、良かったなと思います。で今ね都内のスタジオがね ATC25 がすごい多いんですよ。本当にすごい分かりやすい3ウェイスピーカーですね。ウーハー、スコーカー、ツイターと、であとはニアフィールドでみんな大好きノイマン KH80 と。でDSP モードはね使ってません。使わなくても大丈夫だったんでですね。あとはこういうゴチさんが寄贈してくれたギターとかかかってたり、今ちょっともうちょっと物増えましたけど、そういうのがあります。機材リストは常にここにあってですね、さっきもですね、エンジニアの井口くんがですね、これ更新しといてなんて言われてたんで、多分なんか増えてるかもしれません。そうだ、マイクプリで思い出したけど、サンボマスターの近藤さんたちがですね、ミュージックイン藤枝のためにですね、500シリーズのシャーシを買ってくださりまして、ブラックライオンのバンタムが最初から出るシャーシを買ってくれて、でさらに511ってわかる？ルパートニーブの俺も使ってる白いやつね。これ2本買ってくださって、ゴッチさんとロックオンに買いに行ったんだって。みんなでその500シリーズだからあと8だからあと6かな？それを埋めようみたいな企画をやってくれて、そういう温かいご支援がねいっぱいあってありがたい限りです。でこの色がついてるやつっていうのはですね、ちょっと高級マイクになってまして、ヴィンテージ機材録音パックという別にちょっとオプションでですね、ヴィンテージ楽器を別にちょっとプラス料金で申し訳ないですけど、ヴィンテージパックというのを作りまして、それに入ってくだされば使えます。あと一応その真空管マイク、高級な真空管マイクなんで壊したり電源の入れ方間違ったりするととても高い、もしくはもう二度とその音に戻れないということがあるので、そういうレクチャーを受けてもらいます。プロのエンジニアさん、スタジオ上がりのプロのエンジニアさんだったら大丈夫なんですけど、やっぱりインディーズのね駆け出しのエンジニアさんとか高校生とかも使ったりするので、そういう方のためにちょっと分けさせてもらってます。やっぱりヴィンテージのアンプとかもギターアンプ、ベースアンプもねすごいレアなのがあるんで預かってるんです。僕らがお預かりして、大切なアーティストの機材をお預かりして貸しているので、決してそこでお金儲けをしてるわけではなく、壊れた時のメンテナンス代っていうのはねやっぱ大変なんですよ。なのでそのためにちょっとお金を
いただいてます。うちもですね、この白マニアもですね、本当はお金をいただきたいみたいなことは過去に何度もありまして、アンペグの SVT2 Pro ですね、4U ぐらいある、1回壊れるとですね、だいたい10万円ぐらい修理代にかかるんですね。パワー管、プリ管、いろんなものが壊れていきます。もうすごいショックだったのは、直して10万円かかって直した初日にまた壊れました。でまた10万円かかりまして、その後最近また壊れまして、今は壊れたままですっていう大変なの本当に。それは使うキャビネットのオーム数とかそういうのもあるんで、そういうの間違えて繋いじゃうとね、一発でねパーンって言っちゃうんで、キャビも壊されたこともありますし、壊されたっていうのも変だけど、一発なんだろうな、初めて、それもヤフオクで買ったケトナの一発キャビがですね、そこにハイゲインアンプを突っ込みましてね、ギターソロを弾いててですね、盛り上がってどんどん原因が上がっていったんですね。そしたらすごい煙たい匂いがしてブース内であっつってそのままお行きになりました。はい、それ以降もう直せないと言われて倉庫にポンと置いたままなんですけど、そういうのがあったり、18インチのキャビを初めて買って、ベースの18インチキャビね、でこれでベースの超スーパーロー取るぞと思って買ったんですけど、うちの当時のアシスタント弟子とですね、その子が連れてきたバンドの子たちがですね、多分オクターバーを踏みまして、だからベースの多分5弦ベースかなんかにさらにオクターバーを振りまして、そのつまみの量がどんだけだったんでしょうね。フルテンだったんですかね。ボチッと押した瞬間ボンッつっていなくなりまして、それはですね、だから僕は一回もそのキャビを使うことなくお行きになりましたが、こういうことがあるので、ちゃんとした知識を持って使わないと本当に壊れます。はい、それをねいちいち請求してても大変なので、こういうヴィンテージキットがありますね。はい、であとはポイントとしては電源もですね、ここに書いてるんですけど、ブースにはですね 200V アースがきっちり降りた 200V もノイズカットトランスがちゃんと入ってきてますので、もしイギリス製とか、イギリスは 240V ですけど、200V で動かしたいなというアンプがありましたら、自己責任でお願いします。自分のアンプでやってください。フジラのアンプでやらないでください。はい、なのでコネクターの種類も普通させるやつと違う風になってるんで、専門知識ないとさせないようになってるんで、はい、そういう安全性はとってます。もちろん100と117も来てますし、あと音楽用の楽器回線の100と分けたパソコン用の 100V もこっちには持ってきてたりして、でこっちもね楽器用の200はあります。ちょっとここはねきちってつけなかったらですね、後でやっぱり欲しいなとなって、ちょっと電源タップを用意する予定でおります。 200V 専用のインターネットもちゃんと2回線引いてて、ゲストハウス側とスタジオ側ってもしかしたら将来生配信とかね、映像と演奏の生配信とかあるかもしれないから10ギガがですね2本来てるというとてつもないリッチな仕様になってて、だから Wi-Fi めっちゃ速いです。その辺もねネットギアさんサポートしてくださって、アクセスポイントとかすごい助かってますね。でプロツールスは、HDX の2ですねになってて、プロツールスはさらに最新してます。これ12の1にしたから上げなきゃだね。一応持ち込みの PC に対応できるようにソネットエコーエクスプレス3で3ボル接続できるようにしてます。はい、だからこっちはねミックスしないんで、ほんと Mac mini の M2 で動いてて、で愛用的には32イン32アウトアナログでいけるようになってます。こんだけあればだいたい3ピース4ピースはいけるので、僕はいけないんですけど、僕はねめちゃくちゃ多いから32じゃ足りないんですけど、そのためにですね、小賀専用、ダンテ回線がですね32イン32アウト備わってます。はい、すいません、もう全てこれ僕用です。はい、僕の用なんで僕が買っておくっていう風になってます。基本的にはこれレッドネット、フォーカスライトのレッドネットが本当96でも192でも 48K でも3232アウト入るように、未来ねもう全部ネットワークになってるかもしれないから、海外のスタジオは結構ダンテのマイクプリ使うんで、そういうのにも対応できるようになっております。あとは価格はねゴッチさんが結構説明してくださってるんですけど、インディーズ支援価格が一番下で33,000円1日になっております。でちょっと土日は少し上げさせていただいてるんですけど、あとはメジャーとかはですね、
ちゃんともうちょっと払ってほしいなという気持ちがありまして、なんでかっていうとメジャーが使ってくれることによってインディーズバンドの支援になるという仕組みも一つ取り入れているので、そういう別々の料金形態になってますね。でこのヴィンテージ機材録音パックセットっていうのが3300円でついております。はい、この辺ちょっとまだなんか変動はあるかもしれませんが、現時点はそんな感じです。あと今載ってないんですけど、河合楽器さんがアップライトピアノをですね、置いてくださいまして、これの使う場合は調律代がいるので事前にご相談くださいと。今16,500円になってるかな。このアップライトピアノがまた見事なぐらいに色はまったよね。色がもう壁の色にジャストフィットしてます。はい、素晴らしいですね。だからできるのか分かんないけど、将来ねちょっと弾き語りのライブとかできるような施設に性も持たせられるようにっていうのは、僕は考えてます。ちょっといろいろ消防法とかねいろんなことがあるので簡単にできますとは言えないんですけど、本当ね大変なんですよ。誘導何かあった時に逃げるその幅とかねいろいろあるんで、スプリンクラーとつけなきゃいけないとかそういうのも出てくるかもしれないのでわからないんですけど、一応設計コンサルをやらせてもらった身としてはそういういろんな可能性があるように作らせていただいております。はい、でなので一応蔵だけの利用とコントロールルームと両方みたいなパターンは一応分けてて、なんでかっていうと最近の子って自分でパソコン持ってきて自分でそのヘッドホンつけて同じスペースでやったりすることもあるので、蔵だけ使いたいですも全然ありになってますし、コントロールルームだけ使いたいですも大丈夫です。だから機材触ってみたいでもいいの。普通触れないじゃんあんなね。だから触ってみたいも大丈夫です。提携エンジニアですね。僕がいます。エンジニア代アスクなんでちょっとあれですけど、はい。で、次に KC さんですね。岩谷慶志郎さんがいます。もう KC さんは PA もできてレコーディングもできてマニピもやるというもう超マルチプレイヤーです。僕はもう PA を引退した身なんでやれないです。でもこの間やらされたけど。で吉井がエンジニアでいて、吉井もエンジニアですけど曲を書いたり楽器を弾いたり、TikTok やったりインスタやったりしてますが、そういう子がいて、あと向こうで雇ったアシスタント井口くんですね。もうこの子もエンジニアになりたいっつって会社辞めて来てくれました。静岡の子です。本当ありがたいですね。井口くんも歌を歌うし作曲編曲やりますね。だから井口くんと吉井はもうマルチプレイヤーですね。僕とか KC さんどっちかやるとエンジニアですけど、今後もしかしたらね定期エンジニアが増えていく可能性はあると思いますが、はい。あとちょっとこの問題じゃないけど一つ課題としてあるのは、あくまでもレコーディングスタジオです。レコーディングスタジオなのでミックスはまだちょっと想定できてません。なぜかというとミックスに使うプラグインが全然足りないという状況になってます。やっぱりミックスはもちろんインディーズスタジオっていう言い方が正しいか分かんないけど、街のスタジオとかではもう1日で3曲カンパケまでみたいなこともできるところももちろんあるんですけど、そうじゃなくて持って帰って今ね DAW でね時間かけてじっくりできるから、もしアーティストが自分でミックスするんだったらお金もかからないし、逆にどういう音が取れてるかっていう勉強にもなると思うから、持って帰ってもらってゆっくりミックスしてほしいという思いもあって、ミックスはできませんというか、基本的に鳥からのミックスというのはやらないという風な方針をとってます。そうしないとやっぱこれは僕個人の意見だけど、地方のスタジオとの差別化っていうのも大事で、タゴスタとかもそうなんだけど、やっぱりそこにはそこの地元のインディーズシーンって昔から絶対あるんですよ。そこに我々って東京から来てるもんですから、そこのシーンをむやみやたらに荒らしてはいけないと僕は考えているので、そうやってセパレートすることによって地元の今まで頑張ってきてくださった方々の仕事も守るっていうのは大事かなと思っております。はい。これ逆にいいね、ホームページ解説ね。うわー